韓国ソウル地下鉄ジョンガク駅。着いた。体が不自由な方も一人もいらっしゃらなかったから初めてエレベーターで登場。今日行くところはこっち。おお、あれなんや、うさちゃん。なんでこんなところにウサギがおんのかなと思ってたら、なるほど、今年の干支がウサギやってんな。今年もそろそろ終わり、ウサギのようにかけていきましたわ。お、子供もおるやん。餌付け。大阪の実家でウサギ飼ってるからウサギには慣れてますねん。トナカイかなこれは。夜になったら光るんやろうか。とにかく向かおう。お、なんか書いてあるぞ。ピマッコル。朝鮮時代、身分の低い人々は馬に乗った高官が通り過ぎるまで頭を下げなければならなかった。その馬を避けるという意味で一本奥の道を通る習慣が生まれた。その道がピマッコルと名付けられたらしい。さすがチョンノ、ソウルの中心なだけあって歴史が深い。そういうところに庶民の息遣いが残ってるということか。一つ勉強になったわ。またなんか書いてある。スコッシ。これスカッシュのことやんな。ラケット持って壁に向かってこうテニスのようにボールを打ち返すスポーツ。いや、俺やったことないわ。なんとなくのイメージはできてんねん。ちょっとやってみたろ。こんな感じで壁に打ち返せばええんやろ。ほら、スカッシュ。跳ね返ってきたボールにぶつかる。イメージトレーニングは完璧や。アホなことしてんとさっさとご飯食べに行くで。お、あれ、俺ここ来たことあるぞ。何やったっけな。ああ、思い出した。ドラマ深夜食堂を韓国で撮った時の打ち上げ場所や。そうそう、ここでみんなでタッカンマリ食べたんよ。その時の主演の岡田義則くんや女優のコアソンさん、そして撮影の時には後ろには小田切丈さんがおったな。懐かしいな。でも酒飲みすぎて打ち上げのことあんまり覚えてへんねんけど。でも日本のドラマを韓国で撮るってなかなか感慨深いよな。またこんな機会があったらさ。ああ、ご飯。あれ、こっちちゃう。全世界の監督の皆様、お仕事お待ちしております。俺はご飯を食べてその時まで待っとこ。着いた。早くもっこしたペロリ。1950年から続くビンデトの老舗伝統ピマッコルビンデト。ここもピマッコルやったの。そんな伝統を感じさせるお店に入店です。こちらのメニューはビンデトだらけ。基本のものだったりキムチだったりお肉だったりが置いてある。そしてこういうメニューを食べるときに欠かせないのがマッコリ。かなりの種類が置いてあるけど、俺はもう今日何飲むか決めてきてますね。夜間も店内に飾られてる。もうこれだけでうまそうやねんけど。ソウル未来遺産。まあ1950年からやからな。なんやこれ。1900年代のピマッコル。これ実際の写真ってことやんな。こんな感じやったんや。馬を避けて皆さんここ通ってたわけね。頭を使ったら栄養が必要ということで、そろそろ注文。네, 괜찮습니다. 그르종 하나 주시고요. 그리고 두부김치 하나 주시고 손면소 하나 주세요. 네. 注文は完了。でも社長、なんで俺のこと日本人やって分かったんや。日本語一言も喋ってんのに。でも一つ分かったこと、日本語メニューもあるみたいです。まず準備していただいたものはたくあん、そしてジョンをつけるタレ。シンプルすぎる。そして来ました、このソンミョンソップマッコリ。以前違う仕事で飲んだことあんねんけど、なんか癖になる味やってん。ひっくり返してギリ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 、ちいちゃくちいちゃくぐる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 。そして慎重に線も開けていく。おお、真っ白、濃厚な真っ白。感じや。持ち上げる前から舌は出ていた。久しぶりやな。今日は君に会いに来まして、いっぱいグビグビいっぱい。白い酒、再会した時息も白し。ありがとうございます。このマッコリ何がええかって甘くないね。それがええ。
さあ真っ白マッコリを飲んだところで俺の真っ白シャツもご開帳。俺もシャツの上緑に塗って下の方赤色に塗ったのかななんて思ってたらやってきました。メニューにも書いてあったけど寒くなってからの限定メニュー。あ、そうや、なんと礼儀知らずな俺、お清めのマッコリ。まずは口で感じるよりも先に鼻で感じる。その余韻をもとにゆっくりとマッコリを味わっていく。これで儀式は完了。一番上のあなたに決まり。うわ、プルプルしてるやないか。引き上げからのタレへと直行。ある程度タレになじませ優しく夫婦。そして一口。日本では牡蠣は海のミルクという、そんなミルクのようなエキスが足の先まで浸透していく。やはりこの時期はマッコリと牡蠣チヂミと言わんばかりの牡蠣の存在感。噛むたびに中から出てくる油と混ざった牡蠣のエキスがたまらない。これは止まらんぞ。休む暇も与えてくれない牡蠣チヂミ。さっきは一口で食べてもうたから、今度はちょっとお顔を拝見。寒くなったら現れる妖精のようなあなた、こんにちは。残りも躊躇なく口に入れ、牡蠣の独特な香りが口の中に広がるのを感じる。少し口をさっぱりさせたい時はこいつ、牡蠣チヂミの上に乗せ生存確認。もう笑みがこぼれてもうた。牡蠣チヂミと玉ねぎを同時に引き上げノーフーフーで口の中へ。やはり1個を一口で食べた方が中からジュワッと出てくる牡蠣のエキスを体全体で感じることができる。ちょっとした箸休めにはたくあん。この甘さとパリパリとした大根の音を聞いて牡蠣の余韻に浸る俺。そしたら止まらない俺のもう一人のパートナー。チヂミとマッコリはよう合うねんけど、その中でも牡蠣チヂミはなんでこんなにもマッコリに合うねんと思ってたら、向こうの方からかすかに見える。グイッとキムチを炒めた匂いが俺の体をプロテクト。まずはあなたに決まり。こいつも真っ白やないか。そんな真っ白な体の上にいい匂いが広がるキムチを合体。そして一緒に持ち上げる。持ち上げた途端ずっしりと右手にのしかかる豆腐の重量感。豆腐の断面図をとりあえず確認して、そのまま大きく大きく一口。さっぱりとした豆腐の味の中に猛ダッシュで広がるキムチの味。これはあかん。ちょっと社長、ダメダメ。なんでかって、足りるかな。1日1本って決めてんねんから。まだそこは見えてないはず。よし、ついでいこう。豆腐キムチを食べた後は自動的に進んでしまうマッコリ。マッコリを飲んだ後は自動的に進んでしまう豆腐キムチ。この店の豆腐キムチには残念ながらお肉は入ってへんけど、これはこれで、韓国で初めてこの豆腐キムチを食べた時、なんやこの料理って思ってたけど、今はマッコリを頼むとまず食べたい。そして手はたくわん。なんだかんだで合間合間に食べてまうから、こういうたくわんってすぐなくなってまう。단무지 좀 주세요. じゃあ次はまた。そうか、こいつと一緒に食べたら結構合うんちゃうかな。想像だけでもうまそうやねんけど。キムチを少しスライド移動で牡蠣の上に。見た目も鮮やか。これで仲良く一緒に冬の海に飛び込むぜ。一口。やはり牡蠣とキムチは相性抜群。相思相愛。新メニューの登場や。社長、開発費。そしてそんな余韻が残る口にさっぱりとした甘くないこのマッコリ。ソンミョンソンマッコリ半ジャンセット。またメニュー開発してもうた。社長、開発費。ほんまもうこんなくだらんことはやめて、残った料理のラストスパートに取り掛かる。
ほんまはこの店で普通のビンデトップも食べたかってんけど、牡蠣があると聞いたら牡蠣チヂミを選んでしまった。そして牡蠣チヂミを頼むとマッコリ、マッコリを頼むと豆腐キムチ。なんでチヂミ類がマッコリとこんなにも合うんか、誰か俺に教えてくれ。おかわりで持ってきてくれたたくあんもこの一連の流れに終止符を打ってくれる。そんなのは大嘘。タレの中に残ったこの玉ねぎが一番今会いたいのは、そうあなた。上手になった箸のスライド技術、最後の一個になってもうた。玉ねぎのみずみずしい食感と牡蠣の濃厚なエキスで俺はカラカラやっと出た。さてそろそろ最後の一杯ぐらいになってきたな。久々に飲んだソンミョンソマッコリ、これほんまにたまに飲みたなんで、だから残さず最後の一滴まで。1950年から続く老舗、なんとも雰囲気のある店で最後の一杯。瓶でと食べると絶対にマッコリは飲みたくなるから、次はなんか違うマッコリも飲んでみよう。壁の落書きもなんかやっぱり情緒あるなーなんて風に見てたら、お、なんやこれ、テディとリス、また今度来ようやって。仲良くて羨ましいな。お、テディはおんのに相手が変わってる。どういうこと？これ触れたらあかんやつちゃうの？チョンガク駅にある超老舗のビンデトッのお店。出るとき社長にいただいたんやけど、ここのお店の絵はがきか、綺麗やな。身も心もお腹も大満足や。実は以前視聴者の方からもこのお店を推薦していただいた。やっと来れたわ。よかった。いただいたこの絵はがきでもなんか書いて送らなあかんよな。あ、思い出した。トナカイよ、サンタクロースのおじさんに俺の願いを届けてくれ。よろしく頼むで。よし。いや、こんなとこ置いといたらサンタのおじさんの前に清掃員のおじさんに届いてしまう。おじさん違いです。まあ俺もおじさんやから俺がもっとチャルモゴスミニだ。